最近週忙しいもんね。ちょっと大忙しだもんね、バイト行って帰ってきて毎日俺バーに行ってさ、そううるさいバーに行って、注文が一切通らないの。声あれお前は声あれスカーチって言うんだ。スカーチシングル What じゃねえよあれでも発音もあると思うよ。発音もあるかな。いや俺日本でもそうだったよ。それじゃあお前のせいだよ。お前が頑張るしかねえよ。ビール見えぶっこれてんかお前ってヒール何っつってやべえやつヒールまで聞こえてたら大体分かるよって思うよピンとこいよ超かっこいい。超かっこいいんだ。デロリアンに乗る金田めっちゃイケてるよね。超イケてるじゃん。彼なら役やったな。金田この前金田の役やった？オーディションね。嘘。俺もやったよ。そうなんかセルフテープやったセルフテープ。オープニングオープンアキラの金田のオーディションやったの？一生懸命撮ったよね。一生懸命二人でね。すっげえマジか。そのセルフテープって何？セルフテープって、なんだろう、実際にその会場に行かなくて自分でビデオで、そのオーディションのシーンを撮って、それをキャスティングディレクターに送るってやつがある。自宅で撮ってそれをもう見てもらうっていう、そうそうそう。効率いいように走るのはね。そうだからでしかもその自分の納得がいくまで何回も撮り直しができるから、自分のベストを見せれるし、その場ではいっていう感じはない。俺はその場ではいの方が好き。俺もそう。緊張感があるから、そっちの方がなんだろう集中できるんだよね。わかんない。俺はねキャスティングディレクターとか全然知らない人の前でやる方が、結構スイッチが入りやすいからそっちの方が好き。俳優って変な生き物。うるせえオーディションのエピソードトーク。そうだね、LA のオーディションってどんな感じとかをね、話せばいいかな。そうだね。暗いけどどうしたの急に。いやどうしたの大丈夫なんかあったの？オーディション受けてね悲しい俺最後にオーディション受けたの今思い出してたんだ思い出してたんだね。悪いよ。まあほらまずオーディションLA のオーディションの一番の便利さは、ウェブサイトがねセルフでオーディションに応募ができるようになった。はいはいはい。アクセスできない。それはすごいシステマチックで、まあ、長年やってきている街だけあるなっていうものすごくシステムがしっかりしてる。そう丁寧で便利になってるのはすごいなって思う。それがあってなんでやんないの？ごめんって顔食うなってだからいや俺いまだに怖いよ。オーディション怖い。オーディション怖いよ。あと俺英語がそんな得意じゃないからなんかこう言われた時にうまく返せる自信がないからすっごい怖いのそれ。何があったの？なんかね、分かりやすいので言えば、一番最初に来た時がやばかったかな。LA に来たばっか。 LA に来たばっかで、1週間ぐらい経っていきなりなんか大きいオーディションがあるから行ってきてって言われて、すごい本当に右も左も分かんない、うん、でいきなりこうスクリプトを渡されて、一応台本はあんだ。台本あるんだけどその場でね渡されて、全然分かんない、やばいどうするてか、まず読んでもこの意味さえも分かんないみたいな大ピンチじゃん。大ピンチでとりあえずもうでもやるしかないから行くじゃん。初めてって言ったんで、大丈夫って言ったらとりあえず読んでみてみたいな感じで俺こう一生懸命読んだ後に「It's great」って言ってくれた哀れみの目がすごい「It's great」って言ってるんだけど絶対これ俺ダメなやつじゃんみたいな。子供がね、そうよくできたね。そう悲しかったね。優しいね。なんでこんなのに俺を呼ぶんだみたいな感じでチャンスをくれたんじゃん。もう苦しいからメンタルやらないから帰りの車の中で俺叫んでるから「くそー!」やっちまったぜって言いながら。時間が足りなくなった時なかった？どういうそのさキャスティングのための抑えている会議室が6時までのやつで、あと 5人ぐ
ぐらい残ってたわけ。結構残ってんね。俺も残ってたのそこに。やってないの中で結局そもそもすげえのんびりやってるからそういう事態に陥ってるわけ、だからああそっかできねえかどうしよっかみたいな感じになって、軽いな。外でやればいいんじゃねみたいな話になって、ビルの受付エリアで、しかもガラス張りだから外から丸見えなのねハリウッドのど真ん中ででしかも、めっちゃ怒ってるシーンなの。うわー、シリアスなやつ。そう、もうビジネスマンの上司として、めっちゃできない部下に対して怒鳴り散らしてるっていうシーンなの。はい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 。それをガラス張りの超音が響くところで、外普通に通行人わらわら歩いてるところでこんな剣幕やっているのを5人ぐらいこうやっておとなしくこうやって読みながら「マジお疲れ様です」怖いよ本当。いやでもちょっとオーディションの空間でイカれてるよね。そんなイカれた世界に生きてる役者だからさ、本当大事にしてあげたいと思うよね。裏方からしたら。あ、そうなんだ。マジで。キャスティングする側なわけじゃん。するする。そうだね。今までやってきてオーディション俺もね、自分がオーディション開いて来てもらってたよ。でもうめちゃくちゃ緊張してきて、ではいじゃあこれやってくださいっつっていきなりなんかバーン感情出すわけじゃん。もうそれに対して俺たちこっちも一生懸命こういいねっつってわあいいよって。それね、こっちとしてすげえやりやすい。すっげえやりやすい。いやあマジっすかみたいなリアクションがあるとこっちもねやりやすい。だからね、こっちがもっとイカれて見せる方がいいよね。やりすぎはダメだよ。やりすぎはダメだよね。こいつうさんくせえと思もうヘトヘトオーディション終わったらだよね。何十人もいるわけじゃん。あれどうなんだろう、その早めの方がいいのか遅めの方がいいのかみたいな。そうね、俺からしたらね早い方がいいと思う。まあね、後半だれるよね。疲れる。集中力が。最後よし最後5人ってなったらみんなよし気合い入れようなんだよね。よしあと5人だ。よし最初と最後はどっちかがいいと思うね。そんなイメージ。多分最初がいいと思う。ただね、最初って朝なんだよね。朝だとこっちのエンジンがかかりきってないんだよね。そうそう。だから2人ともね朝弱すぎんだよ。オーディションに来た一番のイケメンが受かるってわけじゃないもんね。違う。もう全然それは違う。そういうことじゃないもんね。役者の仕事って。美人とか美形がコマーシャルに出るかって言ったらそうでもないから。だから俺たち一般のどちらかっていうと普通っぽい人の方が取られたりもするわけ。それ確かにそうだ。リアリティそう出したがるもんね。こっちのコマーシャルはね、ある程度やっぱり親近感というか。こっちのコマーシャルスターが出ないもんね。出ないね。だから例えば本当のリアルカップルとか、リアルフレンドでオーディション来てとかも多い。呼んでリアルフレンドで。呼ばれてないってことはリアルフレンドじゃない。全然フレンドじゃない。ビジネスだよ。まあそうやってこの狂気乱舞するハリウッドの世界で戦う俳優たち。あなたもでしょ。私もまあ一応もそうです。まあもうちょっとオーディション受けたいですね。オーディション受けなくてもらいね。バイトばっかしてんじゃないよ。いやとか俺はその事務所からもらう案件を待つだけではなくてちゃんと自分から行かないとね。そうだからハリウッドって監督もそうだし俳優とか歌手もそうだけど、自分から行かなきゃどうにもならないから。そうだね。学生だしなとか言ってる場合じゃない。何でもいいから現場に入るべきなんだよ。そうだね。まあというわけで戦っていきましょう。見ててね。チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。ではまた。お疲れ様でした。